それではシングルプッシュプル切り替え式 6L6 アンプの製作第1回目後編スタートしたいと思います。後編はですね、前回に引き続きまして電力増幅部の、動作検討のところからご覧いただきたいと思います。はい、それではですね、最後、電力増幅部の検討に移っていきたいんですけども、ここはもう、凝ったことはせずに、企画表に載っているティピカルオペレーションで、いきたいと思います。バイアス電圧が 20V、プレート電圧が 250V というところで、ロードラインをビシッと引きます。もうここはもういつも、毎度毎度のロードラインということになりますね。はい、250V でバイアス電圧 20V というところと、それから交流的なみなし電源電圧が 450V になりますから、そこの2点を引いてやりますとロードラインが引けまして、このロードラインでですね、マイナス 20V を中心にプラスマイナス、20V グリッドをスイングしてあげますと、出力として取り出せるのが 1.3W ですね。規格表には 1.4W とありますので、大筋間違ってないのかなと。でこれがですね、シングルアンプならこれでおしまいなんですけれども、プッシュプルアンプは上側の真空管と下側の真空管2本で力を合わせて頑張りますので、この2倍で 2.6W、取れるというようなアンプが設計できるんじゃないかなと、いうことになってきました。ここでですね、早速部品の取り付け組み立てに移りたいところなんですけども、せっかくここまで来ましたので、今はこれ A 級で、A 級アンプとして作っていくことを想定して設計してたんですけども、 B 級アンプというのはどういう動き方をするのかというのも、ここで一回勉強してみたいなと思いました。もう一度振り返ってみますと、 B 級アンプというのはですね、上側の真空管が頑張っているときは下側の真空管はお休み、逆に、上側の真空管がお休みしているときは下側の真空管が頑張るということで、別の言い方をすると、上側の真空管は出力のプラスの部分を担当して、下側の真空管はマイナスの部分を担当すると、分業制で取り組んでいるというふうなことが言えると思います。ではですね、この上側の真空管が頑張っているときに下側の真空管全く、お休みしているということなんですけれども、となりますと、ここの下側の方向に、全く電流が流れていないと。無信号時電流も流れていませんし、当然仕事をしてないので交流的な信号電流も流れていないということで、全く何も流れていない。はっきり言いますと、ここが断線しているのと同じ状況になるんですね。ちょっと大げさな絵を描きますと、上側真空管が動作している時というのは、上側の線だけつながって下側の線というのは、なきに等しい状況ということになります。でですね、この話も、過去のですね、どの回だったか、おそらく5極管を使った、6L6 を使ったサブウーファーですね、それを5極管に改造しましょうという話の時に、お話をしたんじゃないかなと思うんですけれども、トランスの変圧効果についてここでもう一回書いてます。トランスというのは一次側に生じた電力、出力をですね、できれば理想的にはそっくりそのまま二次側にトランスファーしたいと。プライマリー側の電力とセカンダリー側の電力を同じにするぞということを目指して作っています。でこの一次側の電力というのは一次側の電位×一次側の電位割る一次側の抵抗値、今回のプッシュプルの出力トランスで言いますと、一次側は 10kΩ ということになりますと、EP×EP 割る 10kΩ、そしてセカンダリー側は ES×ES 割る8ということになりますね。こちら8オームの端子を使っています。でこの2つの電力が同じになるということで方程式でつないでガチャガチャガチャっと計算をしてみますと、セカンダリー側の電圧というのはプライマリー側の電圧の 35.4 分の1、
これを、比の形で書きますと、1次側の電圧対2次側の電圧は 35.4 対1でありますというふうになります。これは電圧の比を表しているんですけれども、同じくですね、巻線の数の比、巻線比を表しているというふうに理解することもできます。でですね、このクラス A 級で動作しているときというのは、上側の真空管も下側の真空管も、同時に仕事をしていますので、両方線がつながった状態ということですから、1次側の抵抗値は 10kΩ と2次側が 8kΩ ということですので、巻線比は先ほど計算した通り 35.4 対1ということになるんですけども、これが B 級動作になった途端にですね、片方の巻線は断線しているのと同じ状態だというふうに申し上げましたので、巻線比は、先ほどの 35.4 対1ではなくて 35.4 割る2対1ですので、計算しますと 17.7 対1ということになりまして、それを自乗したものが抵抗値の比になりますから、2.5kΩ 対 8Ω ということになりまして、実はこの、トータルで 10kΩ ある1次側の交流的な抵抗値なんですけれども、それの4分の1の値が一本の真空管にかかっているというふうに考えることができます。そういうふうに見なすことができます。ということなので、B 級動作を考えるときっていうのはですね、ロードラインの傾きが A 級動作の時のものよりも2倍立ち上がったロードラインを引かなければいけないということになります。もう一度先ほどのですね、ティピカルオペレーションの動作を振り返ってみますと、ティピカルオペレーションではプレート電圧が 250V で、グリッドバイアス電圧をマイナス 20V にしていましたので、その時に、40mA ぐらいの電流が流れているという状況だったんですけれども、 B 級動作の場合は、この無信号時はですね、全く信号が流れない状況に近づけるためにバイアスをもっともっと深くします。具体的に言いますと、プレート電圧が 250V の時に、バイアス値をマイナス 40V ぐらいにしますと、プレート電流 1mA もうほとんど何も流れてない状況になりますし、さらにそこからマイナス側にグリッドが振られてももう何も起こらないですね。状況の変化が起こりません。それ以上プレート電流はほぼ、減るといっても、1mA が 0mA になるだけですから、ほとんど変化のない状況ということになりますと。この時にですね、プラス側はどういう挙動をしているかというと、このマイナス 40V から 0V までグリッドがスイングされると、出力電圧は 145V ピークを発生させます。で、電流は 55mA ピークを発生させます。ただしこれはピーク値ですので、実行値、電力を求めるための実行値は、このピーク値をルート2で割ったものになりますから、102.5V と、38.9mA ということになりまして、電圧と電流をかけると 3.99W、およそ 4W ということで、A 級動作させるときよりもかなり大きな電力を取り出すことができるということになります。この理由を考えるのに、このバイアス値がですね 20V の時よりももっと大げさにバイアスを取っていったマイナス 27V のところでもう一回考えてみたいと思います。これを A 級動作させるということになりますと、プラスマイナス 27V、54V ピークトゥピークで、グリッドをスイングしてやりますと。その時に、ですね、プレート電圧は 285V ぐらいというところがこのロードライン上から導き出されるんですけれども、出力電圧はここですね 285V ピークトゥピーク、そして電流は 55V ピークトゥピークと
いうことで、しかもそれが上下2本ありますということで、考えますと、出力は 3.92Wということになるんですけれども、プレート電圧が 285V で全くプレート電流が流れないような B 級動作を考えますと、マイナス 45V ぐらいですね、バイアスを深くしてあげると、ほとんど電流流れません。今 1mA ぐらいということで B 級動作に入ってきます。この状態で、先ほどよりも2倍起き上がったロードラインを引いてあげまして、どれぐらいの出力が得られるのか見ていきますと、ピーク電圧が 165V、ピーク電流が 65mA と、これをルート2でそれぞれ割ってやった実行値に直しますと 116.7V と 46mA なので、それぞれ掛け合わせて、出力電圧は 5.36W ということで、先ほどの A 級動作 4W 弱に比べると、かなり大きい値ということになりますね。1.5 倍とまではいきませんけれども、1.2 倍から3倍になっていますと。これなぜこういうことが起こるのかと言いますと、B 級動作というのはですね、上側真空管がプラスの電圧を作って、下側の真空管がマイナスの電圧を作ると言いましたけれども、下側の真空管もですね、この、グラフからはみ出たここで動いているわけではなくて、この下側真空管的にはこの綺麗な三角形のところで動作しているんですね。この部分よく見てみますと、非常にグリッドの線の間隔が、伸び伸びとしていますと。一方ですね、A 級動作を見てみますと、プラス側、この、動作点からプラス側は非常にこうグリッドの線が伸び伸びしてるんですけれども、マイナス側は非常にこう狭まってきてますよね。あまり伸びが良くないと。一方 B 級動作というのは、上側の真空管も下側の真空管もこの部分で動きますから、非常に伸び伸びとしたグリッドの間隔の領域で動作すると、それを点対称に反対側にしたものが、B 級アンプの負の電圧を作るところの、動作を表す絵になりまして、そうしますとですね、A 級は、先ほども言いました通りグリッドの伸びが悪いので、これぐらいしかグリッドが触れないです。当然出力もそれに応じてあまりたくさん稼げないんですけれども、B 級は伸び伸びグリッドが触れて、それに応じてたっぷり出力も取れるということで、その差がですね、ここにありますグリーンの矢印、これぐらいのですね出力電圧の差を、発生させてしまう、グリッドが伸び伸びしたところを使うと当然たくさん出力は得られるんですけども、グリッドがなかなかこう、特性曲線のグリッドの間隔が伸び伸びしてないところを使うと、おのずと出力電圧もなかなか伸びていかないと、その差が結果トータルの出力の差となって現れるということになって、B 級動作の方がたくさん電力が取れますねということになります。ということになりますとですね、なんだこれいいことずくめじゃないかと、非常にこう伸び伸びとしたグリッド間隔が伸び伸びとしたところを使って、ということは直線性もいいわけですね。非線形な歪みも少ないですし、たくさん、電力が取れるということでいいことずくめじゃないかと思うんですけども、やっぱりそうは問屋が下ろさないんですよね。この伸び伸びとしていると言いましてもですね、やっぱこの部分とそれから少しこうプレート電流が、少なくなっていく部分では明らかにこうグリッド線の間隔が違います。ここは伸びがいいですし、こちらあたりは非常に伸びが悪い。このプレート電流が 0mA に近づいてくるところっていうのはかなり、グリッドの線の間隔が狭まってしまっています。これをですね、大げさに絵で描きますと、例えばこういう綺麗な正弦波を入力して、これと同じような形を出力したいんですけれども、出力が小さいレンジっていうのはなかなかこう、グリッドが触れないがために出力も触れていかない、ほとんど寝そべった状態、出力電圧が寝そべった状態で、あるところから急激に動き出すと。また出力電圧が小さくなってくるとパターンと動きをやめてしまう
いうようなことで、この低出力のところがなかなかきれいにつながらないと、別の言い方をしますと、小出力低出力のレンジで、出力波形が歪んでしまうということになって、あれやっぱあんまりいいことないのかなというふうに思ってしまうんですけれどもですね、実は B 級アンプというのはですね、こういう動作点で使うものではないんですね。A 級アンプと同じようなプレート電圧をかけて使うものではなくて、もっと大胆な言い方をしてしまえば、その真空管にかけていいプレート電圧ギリギリぐらいまで大きなプレート電圧をかけてあげます。例えば 6L6GC という真空管でしたら、マキシマムかけていいプレート電圧は 450V というふうに規定されていますので、さすがにそこまでやるとですね、ちょっと寿命の問題もあるでしょうから 400V ぐらいのプレート電圧をかけてあげますと。でその時にプレート電流がほぼ流れないようにしてあげるために深く、バイアスをかけてあげます。例えばマイナス 60V というふうなところに動作点を持ってきておいて、2.5kΩ のロードラインを引いてあげますと、ピークで 240V の振幅が得られて、ピークで 94mA の、振幅が得られるということで、実行値に直して掛け算をしますと 11.3W、圧倒的に大きな出力が得られるんですね。しかも 6L6 ですから5極管ビーム管ですので、今はこれ3欠で使っていますけれども、5欠にするともっと大きな出力が取れるということで、大きな信号が必要、出力が必要、大出力が必要な時に、この B 級のアンプというのは重宝するということなんですね。例えば、ロックバンドとかですね、そういったところになりますと、大きな音が必要になってくるんですけども、じゃあ小さな音はいらないんですかと言われますとですね、バンドの中にドラムさんという楽器がいまして、ドラムさん電気を全く使わないのにえらいべらぼうでかい音がするんですよね。なので他の楽器、電気を使う楽器がですね、小さい音をちまちま出してても全部ドラムの音にかき消されて全く聞こえないので、ある程度も大きな音を出していくことを前提としなければいけません。小さな音量の領域はあまり使わない、もうほぼ使わない、きっと使わない、無視して考えてよくって、大きな音が出てきてから、直線性が良ければそれでいいという考え方なんですよね。ということはこの B 級の動作にぴったりですね。先ほども言いました通り、小さいところではなかなか歪みが大きいんですけれども、ある一定以上の出力になってくると非常に直線性がいい波形を作ることができるということになりますから、例えばロックのような大電力、大出力を必要とするようなアンプにはこの B 級という回路が本当にぴったりとくるということで、ほとんどこの回路を使って作られているというような状況になっています。はい、ということで、A 級の動作の仕方、B 級の動作の仕方を勉強してまいりました。プッシュプル面白いですね。上側の真空管と下側の真空管で力を合わせて働くこともあれば、片方が働いている時に片方は、昼寝しているというような動かし方もあって、それぞれ特徴的な動作をしますし、特性も違うし、向き不向きもはっきりと明確に違うということで、大変面白かったなというふうに思いました。はい、それではですね、いよいよ制作に取り掛かりたいんですけれども、こちら再建になりますね。プッシュプルアンプの回路図になります。ここが電圧増幅部、反転回路、プッシュプル電力増幅部ということになりまして、この反転回路をスポッと取り除いたものが、このシングルアンプの回路図になりますと。で、この2つを切り替えるために、スイッチで、両方の回路を共存させなければならないんですけれども、今回、どういうふうに考えたかと言いますと、シングルアンプにするときもですね、使わない真空管、それは2個あるんですけれども、このプッシュプルの下側の真空管と反転用の真空管、ここもですね、ずっと無信号
時のプレート電流を流して、アイドリング状態で置いておきます。ただし、この電力増幅部の下側の真空管の入力はグラウンドに落としてあげて、全く入力信号が入ってこない状況にしてあげます。それから、この反転回路の真空管の入力もですね、ここに米5と書いてありますけど、この米5というのは B 電源を使うこの作る一連の流れの回路の最後にですね、ちょっとした分圧器を作りまして、この分圧器によってここが 80V になるようになっています。ずーっとこの真空管には 80V がかかっていて、氷の信号が入ってこないということなので、アイドリング状態でプレート電流は流れているんですけれども、仕事はしないというような状況を作るような感じでスイッチを配置しました。こうすることによってですね、プッシュプル回路にしたときもシングルの回路にしたときも、回路全体に流れる電流の量は変わりません。電源トランスから流れ出す電流の量が変わらないので、例えばこのドロップ抵抗ですとか B 電源を作る部分というのは、両方の回路で共通の抵抗の値を作ることができる。その結果こういったところにですねスイッチをつける必要がなくなるということで、若干ではありますけれどもスイッチの数を減らすことができる。もともともこれ18個スイッチつけるということになってますから、それでもかなりうんざりしてるんですけれども、さらにこういう B 電源とか電源トラスの出口あたりのスイッチがあると、さらにスパゲッティ状態になることはもう目に見えてますから、そういったところのスイッチをなくすために、使わない真空管も、常に、無信号状態で、電流が流れるように、しておいて全体の電流量が変わらないというようなことを、実現するような形で、この切り替え式アンプを作ってみます。はい。でですね、今回もですね、スイッチ、一つ前のシリーズで行いました3欠5欠切り替え式と同じで、ピンヘッダーとジャンパーピンというものを使ってですね、そのジャンパーピンを抜き差しすることで、あたかもスイッチを切り替えたかのように、動作するというような回路を作っていきたいというふうに思ってます。このね、3個、このピンヘッダーが並んだところをコモンとしまして、こちら側に、A、こちら側に B 回路というものがつながるジャンパーピンを配置しまして、そこに今ピンヘッダーを差し込んで、スイッチを切り替えると。このジャンパーピンですけれども、秋月さんで売ってます、耐圧 500V、高い電圧をかけても大丈夫なぐらい、抵抗値の低い、非常に、導通性の良い、ジャンパーピンがありましたので、こちらを購入して使っていきたいというふうに思ってます。はい。それからですね、ケースも先ほど申しました通り、一つ前のシリーズですね、3欠5欠切り替え式アンプで使っていたものを、そのまま流用して、リード車の S1 というケースで、これかなり大きなケースなんですけれども、この大きなケースの中に広々と、いろいろな部品を配置して作っていきたいというふうに考えました。それではですね、加工の様子、部品の取り付けの様子ご覧ください。はい、シャシにですね、トランスなどの大きめの部品を取り付けました。なおですね、このシャシは、一つ前のシリーズで、使っていた、6L6 の3欠5欠切り替え式アンプで使っていたシャシを流用しています。電源トランス、チョークコイル、そしてこちらがシングル用の出力トランスで、そこに、プッシュプル用の出力トランスを追加で取り付けています。それから、プッシュプルにしますと、電力増幅部がですね、上下2本、左右合わせて4本、使うということになりますので、追加で、真空管ソケットも足してあります。
なかなかですね、大層な、大層な、シャシの上の部品配置になっておりまして、もう持ち上げるのがかなり大変なぐらい、重くなってきておりまして、ぎっくり腰にならないように注意しながら作業を進めていきたいと思います。はい、こちらがシャーシの内側になりますね。先ほども申しました通り、このシャーシは一つ前のシリーズの 6L63 欠5欠切り替え式アンプで使っていたものを流用してるんですけれども、ほとんどの部品はもう綺麗に取り除きました。一部ですね、電源周り、整流をする回路の周り付近は、そのまま使っていこうかなと思いますけれども、それ以外のところは一回綺麗に全部取り除いて、ここにですね、新しく部品を取り付けていきたいと思います。はい、ということでですね、部品を取り付けていって出来上がったところはまた後ほどご覧いただくんですけれども、最終的な完成の前にですね、一旦いろいろなところを測定してみました。これはですね、オシロスコープで測定したんですけれども、入力にプラスマイナス 1V の制限波を入力しました。その時にですね、電圧増幅部の入り口のグリッド、6SN7 の1番ピン、これはですね、当たり前ですけれども、この入力がそのままつながってきているわけですから、プラスマイナス 1V の制限波が観測できました。ここは問題なかったです。ここで問題があったらもう大変なことになりますけれども、良かったですと。そしてですね、電圧増幅部の 6SL7 の2番ピン、これはプレートですね。プレートの部分は80V、無信号時 80V のプレート電圧がかかっていまして、そこを中心に 38V ピークトゥピークで出力が出ているということが計測できました。先ほどのですね、設計のところでは35V ぐらいしか出ないんじゃないかなと思ってたんですけども、それよりも、おそらく買った真空管の増幅の性能が良かったんでしょうかね。幸いにも、増幅率19倍ぐらい出ています。規格的にはですね、6SN7 は20倍ぐらい出たらいいかなという真空管ですから、それの、1割未満ぐらい少ないぐらいですから、上等と、十分という形になっているかなというふうに思います。でも、同じくですね、今度は 6SN7 なんですけれども、こちらは反転回路ですね。反転回路の出力部分5番ピンですね。ここを測ったものなんですけれども、反転回路のプレート部分というのはですね、直結化された電圧増幅部から直結された後でして、そもそもの段階でかなり高い電圧が無信号状態でかかっていまして、それに出力電圧が頂上しますと、200V を超えてしまっていますと。で、私のですね、オシロスコープが20V までしか測れないものなので、10倍プローブでも、200V それを超えてしまったのでは測れないということで、100倍のプローブを使いましたので、残念ながらなんて言うんでしょうね、波形の絵がぐーっと小さくなってしまいました。なのでこれおそらく読み取り誤差が多分にあると思います。一生懸命読み込んだ段階では 42V ピークトゥピーク出てるんですけども、多分こんなに出るはずはないですよね。先ほど 38V ピークトゥピーク電圧増幅で出ていて、それの1倍未満にしか出ないはずですから、30数ボルトであるはずなので、これは多分読み取り誤差かなというふうに思います。そして、6SN7 の6番ピン、これは反転回路のカソード部分ですね。そこを読み取りますと、やはり 35V ということで、電圧増幅部の、8割から9割ぐらいが出ているかなというふうになっています。そしてですね、その後
6L6 に入っていきます。電力増幅部の5番ピン、これグリッドの部分ですね。そこには 34V ぐらい、先ほども 35V ぐらい出ているということでしたので、おおよそ期待通りの入力電圧が入ってきて、この入力電圧を 6L6 で増幅した結果、3番ピンはですね、おおよそそうですね、270、80V ぐらい、270V ですかね、を中心に 193V ピークトゥピークで、振幅していますと。これがですね、出力トランスに入ってトランスの増幅効果でおよそ35分の1ぐらいになります。すいません、言い忘れました。これは上側だけですので、下側も同じように頑張ってくれてますので、トータルでおそらく 380V ピークトゥピークぐらい触れているはずです。それが出力の変圧効果で、35分の1から36分の1ぐらいになっているだろうと予測されるんですけれども、虹側を測ってみますと、やはりそうですね、10V ピークトゥピーク得られました。これがすべてプッシュプル動作の各部分をオシロスコープで測ったものです。次にですね、シングル動作をさせて出力トランスの虹側を測ってみますと、7.5V ということになりました。これからですね、聞き比べをしていくにあたって、出力が違うとですね、もうその音の大きさの違いだけでだいぶ印象が変わってしまうということなのがありまして、それができてるだけそこを揃えていきたいということなので、このプッシュプル側もできれば出力が 7.5V 付近になるようにしたいということで、あらかじめですね、入力部分に、プッシュプルの時に、電圧を落とすための抵抗を挿入するつもりで、おりました。ただしその挿入する抵抗値はこういうふうに計測してみた後じゃないと決められないので、最初はハテナハテナと書いていたんですけれども、シングル動作の時に 7.5、プッシュプル動作の時に10ということで、シングル動作の時が 100kΩ の入力抵抗で受け取っていますから、プッシュプルの時はだいたい 133kΩ で受け取ればちょうど揃ってくるんじゃないかなということで、100kΩ プラス 33kΩ の直列にしてやるということで、おそらくうまくいくということになりますと。で、そうやってみて測ってみたところ、やはりプッシュプル動作の調整後の虹側、出力トランス虹側は 7.57V ピークトゥピークになりましたので、これでシングルの時と、ほぼほぼですね、数%未満で出力の音の大きさ、音圧が揃ってきたかなということで、いよいよ視聴ができる状況ということになります。はい、部品の取り付けが完了しました。ご覧のようにですね、ここに 6L6 が4本並んでいます。非常に何と言いますか、大層な、見た目になっていますね。私が今まで作ってきたアンプの中でも一番ゴージャスというか大層というかですね、大掛かりな、見た目になってきました。それでは引き続き、シャーシの内側もですね、ご覧いただきたいと思います。はい、こちらがですね、シャーシの内側になります。相変わらずですね、大変なスパゲッティ状態になっています。このジャンパーピンを使ったですね、切り替え式のアンプ、これを作り始めた頃は、もう少し配線も綺麗にしようかななんていう気持ちもあったんですけれども、もう今ではですね、もう諦めてます。腹くくってます。このごちゃごちゃの配線ですけれども、つなぐところとつなぐところ、間違えていなければいいかというような感じでやっています。なんせもうこの線の数が半端ないもんですからですね、これを綺麗に収めるっていうのはなかなか、本当に、もう迷宮のパズルみたいな感じになってしまいますので、そこは一つ諦めてですね、もう繋がればいいと、音が出ればいいということで、測定もしまして、だいたい希望の電圧、所望の電圧が出ていますので、引き続き、視聴の方に移っていきたいと思います。はい。
それでは最後回路をまとめていきますと、シングルアンプとですねプッシュプルアンプで、出音の音量の差をなくすための、この部分の抵抗 33kΩ 追加しまして、それから全体のですね、電圧が所網の状態になるように、電源トランスの直後に 100Ω の、ドロップ抵抗を追加して、その状況でですね、各部署の電圧を測ってみたものがこちらになります。はい、当初設計していたのとですね、ほぼほぼいい感じで値が出ていました。初めて作ったにしては良かったな、ほっとしたなという感じでございました。もう少しですね、ここの出力部分ですね、電力増幅部の真空管のプレート電流を細かく見ていこうかなと思うんですけれども、まず LR 別々に見ていきます。L 側、左側のスピーカーを駆動するための回路ですね。それの上側のこの下層土の下につながった抵抗の部分で発生している電位ですね、電圧、バイアス電圧と言っていいと思うんですけれども、これは、20.8V でした。おそらくですので、プレート電流は 41.6mA 流れていると思われます。一方、この L の下側の真空管は、バイアス電圧 19.9V でした。ということで、プレート電流は 39.8mA 流れているということが読み取れまして、アンバランス分は 1.8mA ということになりまして、このトランスのですね、アンバランス 5mA マックスですよというところの許容範囲に入っていて、良かったなという感じであります。一方ですね、R 側、右側のスピーカーを駆動する回路の、さらに上側の真空管は、21.3V のバイアス電圧で、プレート電流 42.6mA、下側は 21.5V でプレート電流 43.0mA ということで、アンバランス分 0.4mA ということで、こちらはさらに、アンバランス成分が少なくて、もっともっと良かったなという感じなんですけども、じゃあなぜ、この L と R でここまでアンバランス分の量が違ってしまったのかということなんですけれども、実はですね、お恥ずかしい話なんですけれども、R 側はマッチドペアとして売ってある真空管を買いました。もうお店の方でですね、2つは特性が大体揃っていますよということを保証して売ってくれている真空管の2本ワンセットになったものですね。一方、この L 側はですね、1本は6L6 を使ったサブウーファーから引っこ抜いてきました。そして1本足りないので別にもう1本買いましたということで、マッチドペアでない状態なんですね。実はこの差が試してみたかったのでというふうに言うといい言い訳になるんですけども、ちょっと安く上げたかったのでというところもあるんですけれども、マッチドペアとそうでないものを横に並べてみますと、当たり前といえば当たり前なんですけども、マッチドペアの方が圧倒的にアンバランス分が少ない。そりゃそうですよね。お店の方でしっかりマッチしているものを選んでくれているわけですから、こちらの方が揃っていて当たり前なんですけれども、こういうことからしても、こういう風なプッシュプル回路を作るときは是が非でも、こういうマッチドペアと呼ばれるもともと特性が揃っているものをセットで売っている真空管を使っていきたいなというふうに思った次第です。一応ですね、念のためシングルアンプで動作させた時の、各部分の電圧も測ってみたんですけども、今回先ほども申しました通り、スイッチをシングル用に切り替えたとしても、全体で流れている電流の量は、電源トランスから流れ出す電流の量はほぼ変わらないような作りにしていますので、全体的に、プッシュプルの時とほとんど同じ値で、動作しているということが、確認取れております。はい、長くなってまいりましたけれども、それではいよいよですね、視聴の方に移っていきたいと思います。今回もクラシックはカラヤンさんが指揮したベルリンフィルの演奏、
ジャズはスタジオ録音が枯葉、ライブ録音がワルツ・フォー・デビー、そして、ポップスロックからはクイーンのボヘミアン・ラブソディと、この4曲で、いきたいと思います。でですね、シングルプッシュプルの比較なんですけれども、全体に共通して言えることとしてはですね、まずプッシュプルの方ですね、奥行き感、特にですねバンド編成なんかの場合ですと、それぞれのメンバー、楽器のですね、奥行き感、この楽器は前にある、ボーカルは前にいてドラムは後ろにいるなというような奥行き感、それを別の言葉で言うと立体感になるのかもしれませんね。奥行きと左右合わせて立体感なのかもしれませんけれども、そういうのが非常にはっきりよくわかると。それから小さな音ですね、のがよく聞こえる、たくさん音が聞こえる、非常に繊細な表現力を持っているなというふうに思いました。結果としてですね、非常になんて言うでしょう、整然としている、なんて言うんでしょうね、綺麗だなというか、かっちりしてるなというか、いうふうに感じて、聞きやすいですし、悪いところは別段ないように思うんですけれども、一方ですね、シングルの唯一と言ってもいいかもしれないんですけど、今回感じたいいところは、ここ一発がやっぱすごく元気がいいなというのが一番印象に残りましたね。ここ一発というのは、例えばクラシックの最後のムーンと盛り上がるところですとか、ギターソロでキュイーンと弾くところとか、そういうここでパンチ効かせて盛り上がってほしいというところの伸びは、シングルアンプの方がいいんですよね。理由はちょっとよくわからないんですけれども、ひょっとしたらやっぱプッシュプルアンプというのは仕組みが複雑でいろいろなものが絡み合っていますから、どうしてもお互いがお互い遠慮し合うじゃないんですけれども、影響を及ぼし合って、なかなか突き抜けた伸びみたいなのは逆に難しいのかななんて想像したりもしたところであります。はい、一つ一つ、個別に見ていきますと、クラシックはですね、この全体的な特徴と同じ傾向が非常によく分かりまして、弦楽器のピチカートですね、バイオリンのピチカート、コントラバスのピチカート、そういったものが、よく聞こえて、こんなにたくさんいっぱい演奏してたんだというようなことがよく分かります。それから低めの金管楽器ですね、トロンボーンなのかホルンなのか、そのあたりが醸し出すボーンという感じも響きも豊かで綺麗なんですけれども、楽章の最後の方にあるですね、盛り上がってくるところですね、もう一生懸命バイオリンが高い音でうーんと弾いてるところがなんか苦しいんですね。聴いていて苦しいって感じになってしまうんですね。そこがやっぱりシングルアンプで聴くと伸び伸びとしていて突き抜けていて、どこまでも気持ちよく迫力があってですね、ここはやっぱり対比が際立ってたかなというふうに思いました。このジャズもですね同じ傾向ですね。キャノンボール・アダレイのサックスのちょっと正しい名前はわからないんですけども、ゴースト音というのか何なのかわからないんですけども、音というよりか呼気ですね、吐いてる音が漏れてくるようなマウスピースの横から漏れてくるような音が非常によく聞こえてきて、実際に鳴ってる音とそういうゴーストの音が織りなすメロディーがよく聞こえてきて、非常に、豊かなメロディーに感じることができました。なんですけれども、マイルスのですねトランペットソロがやっぱ寂しいんですね。ミュートトランペットをカーンと吹いた時に出てきてほしいトランペットの音圧感っていうのがなかなかない。まさにその対比ですけれども、シングルアンプで聞くとガツンとくるですね、パンチがあるというか、脳天に突き刺さるというかですね、いい音がしてるなというところは非常に対比がコントラストが効いてるなというふうに思いました。それからワルツ・フォー・デビーですけれども、これも同じですね。スネアドラムという小太鼓をですね、金属針金でなぞるように叩く奏法をしてるんですね。ブラッシングというんですけども、ブラシを使ったスネアドラム、これが非常によく聞こえてきてシャーシャー
というのがですね、よく聞こえてきて、それが全体のサウンドをこう後ろ支えしていて、なんていうんですかね、こう厚みがあるというか、こう、アンサンブルがこう豊かになるというような感触があります。それから、ドラムの音がですね、前に出てくるというか、バッフル面よりも少し前に感じるぐらい、大げさに言うと、感じられて、音離れが良いですね。パンパンという音がこう非常に、よく出てきている感じ。これも多分奥行き感、立体感の問題だと思うんですけれども、これはトリオで、演奏してますから、おそらく、3人の演奏そんなに、前後関係つけてないんだと思うんですよね。3人が同じぐらいの位置関係で割と前面に、せり出してくるような感じで、録音されていると思うんですけども、そういう感じが非常に、しっかり伝わってきました。一方ですね、シングルの方は、平面的というか奥まっている感じがして、少人数構成、トリオ構成なんですけれども、それゆえの寂しさというか、音が、ちょっと隙間が多いなというのを、感じてしまう。対比してしまうとですけれどもね、対比してしまうと際立ってくるなというふうに感じました。それからボヘミアン・ラプソディですけれども、これなんかはですねスタジオ録音できっちりやってますから、おそらくリバーブという機材を使って、ドラムは奥に、それからボーカルは前にというようなことは、おそらく相当丁寧にやってるはずです。そういうのがですね非常に、聞いていてもよくわかる。プッシュプルの方はですね、ボーカルが前に出てきていてですね、バンドのメンバーの前後関係、奥行き方向の関係というのがよくわかりました。それからですね、このボヘミアン・ラプソディ、ダイナミックな曲の展開というかですね、クラシカルなところもあれば、クワイア、コーラスのところもあれば、ハードロックみたいなところもあってですね、そういうのが目まぐるしく変わるんですけれども、その目まぐるしく変わる、楽器の構成の違いみたいなところをですね、非常につながりよくうまく聞かせてくれるなと、驚きましたね。第一楽章第二楽章じゃないですけど、そういう、大きな楽章の切り替わりに相当するようなところだと思うんですけれども、そういうのが不自然な感じがなく、非常に自然につないでくれていると。ただやっぱり、ブライアン・メイのリードギターは物足りないですね。もっとガツンと来てほしいなと、いうことで、ほとんどそのシングルはそれの対比ですね。前後関係がなかなかうまく表現できてない代わりに、リードギターの高い音でキュイーンときたところは非常にパンチがあってガツンとくるというような感じになってまいりました。ということでですね、シングルとプッシュプル、どちらも特徴的だなというふうに思いました。で、これは私の所感なんですけれども、もし、将来的にですね、マルチアンプ、マルチスピーカーのシステムを組むとするならば、低音域、中低音域のですね、しっかり音楽を下支えしていくようなところにはプッシュプルアンプを使いたいなと。低域から1kHz ぐらいまでのところで、音楽の土台を作るところはプッシュプルを使って、それ以上の中域、特にですね、もしホーンスピーカーなんかを使うんだとすると、このシングルで鳴らした方がきっとガツンとボーカルもそれからリードの楽器も来てくれるんじゃないかななんていう夢が膨らんでですね、私の最終的というか将来の目標はマルチアンプシステムを作ることなんですけれども、早くマルチアンプシステムを作ってですね、この帯域にはこのタイプのアンプがいいななんていうのを試行錯誤してみたいなというふうに思わせてくれる楽しい実験になりました。はい、ということでですね、シングルとプッシュプルの比較ということを今回やって、特質の違い、特徴の違い、なんとなく分かってきた気がします。で次回はですね、今回、PK 分割の位相反転回路というものを使ってプッシュプルアンプ作ったんですけれども、それ以外にも、有名な位相反転回路がありまして、次回は作動増幅型の位相反転回路、これを使ったプッシュプルアンプの製作に挑戦したいというふうに思います。この作動増幅型の反転回路ですね、これも私まだ聞きなじみのない低電流回路と
いう面白い名前の回路がありまして、これ一体どういうふうな動作をするのか、どういうふうに実装するのか、興味津々でありまして、次回この別の初段ですね、電圧増幅部反転回路を伴ったプッシュプルアンプというのを作って、いろいろなところの特徴を学んでいきたいというふうに思います。はい、大変長いコンテンツになってしまいましたけれども、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。